見に来てくれてありがとう。今日は宇宙と星座の雑学をゆっくりお届けするよ。眠る前や作業中にリラックスしながら聞いてね。1、夜空に輝く星の寿命。夜空に輝く星たち、いつもそこにあるように見えるけど、実は寿命があるんだ。面白いのは、星が大きければ大きいほど多命ってこと。例えば、太陽みたいな中型の星だと寿命はおよそ100億年。でも、もっと大きな星になると、わずか数百万年で燃え尽きちゃうこともあるんだって。一方で、小さな星、例えば赤色矮星は、なんと1兆年も生きるって言われてるの。つまり、今私たちが見ている赤色矮星は、宇宙の未来の大部分を見守る存在になるかもしれないんだよ。夜空に輝く星がどれだけの時間を経て私たちに光を届けているか考えると、宇宙の時間のスケールに圧倒されちゃうよね。私も雑学を1兆年語り続けられるかな。2、宇宙で最も冷たい場所。宇宙の中で寒い場所ってどんなところだと思う？実はブーメラン星雲っていう星雲が宇宙で最も冷たい場所として知られているんだ。ここでは温度がなんとマイナス272度以下、絶対0度に限りなく近いんだよ。この星雲は中心にある星がガスを猛烈な勢いで外に放出していて、そのガスが膨張することで急激に冷やされているんだって。ちなみに宇宙の平均温度はマイナス270度くらいだけど、この星雲はさらに冷たいから宇宙の冷凍庫って呼ばれることもあるんだよね。ブーメラン星雲の独特な形と極寒の環境は科学者たちにとっても大きな謎なんだ。ブーメラン星雲って名前、なんだかおしゃれだよね。3、宇宙で最も明るい場所ってどこ？宇宙で一番明るい存在。それがクエーサー。これ、ものすごく遠くにあるのに、地球からでも観測できるくらい明るいんだよ。クエーサーは巨大なブラックホールの周りに存在していて、ブラックホールに吸い込まれる前に物質が光を放つことで、その明るさを生み出しているの。どれくらい明るいかというと、銀河系全体の1000倍以上の明るさになることもあるんだって。しかも、その光が私たちに届くまでに何億年もかかってるんだよね。つまり、クエーサーを見ていると、宇宙の過去を覗いているようなものなんだ。なんだか宇宙ってタイムマシンみたいだよね。クエーサーが明るすぎて、他の星たちが嫉妬しちゃいそうだよね。4、宇宙の壁って本当に存在するの？実は宇宙には銀河の壁と呼ばれる巨大な構造が存在しているんだよ。これはね、銀河が集まってできた超銀河団が作り出す、まるで壁のような構造のことなんだよ。その中でも有名なのが、スローン大銀河壁やグレートウォールって呼ばれるもの。これ、長さが何億光年もあって、その中には銀河がぎっしり詰まっているんだよ。まるで宇宙が自分の模様を描いているみたいでしょ？しかも、この壁はただの物理的な現象じゃなく、宇宙の暗黒物質や重力がどう働いているのかを知るためのヒントにもなってるんだって。宇宙がこんなに規模の大きなアートを作ってるなんて感動的だよね。5、宇宙でも金属は錆びるの？実は宇宙空間でも金属が錆びることがあるんだよ。宇宙は真空だから錆びないって思うかもしれないけど、そうでもないの。例えば、月に置かれた人工物が酸化した痕跡が見つかっているんだって。これには太陽風や地球の大気から運ばれた酸素が関係してるらしいの。月の表面に酸素が届くことで金属が酸化して錆びるんだって。しかも宇宙ステーションの外壁でも微小な酸素分子が金属に影響を与えることがあるんだよね。宇宙空間って一見何もないように見えて、実はいろんな物質が漂ってるんだよ。宇宙に行った金属たちも地球にいた時と違った冒険をしてるみたいで面白いよね。6、宇宙には雨が降るって本当？
地球では水の雨が降るけど、宇宙ではもっと特別な雨が降ることがあるんだよ。例えば、海王星や天王星では、炭素が圧力と熱で圧縮されて、ダイヤモンドの雨が降ると考えられているの。このダイヤモンドの粒が惑星の内部に沈んでいく様子を想像すると、まるで宇宙の宝石工場みたいだよね。しかも、これが実際にどういう仕組みなのかを研究するために、地球上で高圧をかけてダイヤモンド生成を再現しようとする実験も行われているんだって。もしこの惑星に行けたら、キラキラした世界を目にすることができるのかも。そう考えると、すごく夢が広がるよね。ダイヤモンドの雨って幻想的で素敵だな。宇宙のどこかでジュエリーショーが開かれてるのかな。7、宇宙空間で泣いたら涙はどうなるの？宇宙空間で泣いたら涙はどうなるか考えたことある。無重力だから地球みたいに涙が流れ落ちることはないんだ。宇宙飛行士が実験してみたところ、涙は目の周りに小さな玉のように溜まるだけなんだって。そのままだと視界がぼやけてちょっと不快らしいよ。さらに宇宙船内の湿度が高いと涙が蒸発しにくくなるから目の表面に止まり続けるんだ。ちなみに感動して泣くよりも宇宙の乾燥した空気や刺激による涙の方が多いらしいよ。宇宙空間での涙も地球とちょっと違った冒険をしてるんだね。8、地球と月はどれくらい離れているの？地球と月の距離は約38万 km。これ、地球を約30周するくらいの距離なんだ。さらに面白いのは、月は地球から毎年約 3.8 センチずつ遠ざかっていること。この現象は、地球の引力が月に及ぼす影響と、地球の自転が遅くなることが関係してるんだって。もし未来にこのまま距離が離れ続けたら、月の引力が弱まって、地球の潮汐の影響も変わるかもしれないね。数十億年後には、地球から月が肉眼では見えないくらい遠くなっちゃうかも。月が少しずつ遠ざかってるなんて。ちょっと距離を置こうって月が言い出したのかな。9、宇宙にはどれくらいの星があるの？宇宙の星の数ってどれくらいだと思う？観測可能な範囲だけで、なんと約2兆個の銀河があるんだよ。それぞれの銀河に平均で1000億個以上の星が含まれているから、計算すると宇宙全体の星の数は想像もつかないほど多いんだよね。しかも観測技術が進むたびに新しい銀河や星が発見されているから、実際の数はもっと多い可能性もあるの。私たちが住む銀河系ですら、すべての星を数えるのは難しいんだって。これだけたくさんの星がある中で、地球という特別な星に住んでいるって、なんだか奇跡みたいだよね。10、宇宙で植物を育てられるの？実は、宇宙でも植物は育てられるけど、地球と少し違った工夫が必要なんだ。宇宙空間で植物を育てるのは、科学者たちの重要な研究テーマの一つなんだよ。国際宇宙ステーション ISS では、地球のような土壌や重力がない代わりに、水や養分を直接植物に届ける水耕栽培が使われているの。さらに、LED ライトを使って光合成をサポートしているんだって。でも、無重力の影響で根がどの方向に伸びるのかわからないことや、植物がストレスを感じることもあるみたい。それでも、宇宙での食料生産のために、レタスや小麦など、たくさんの植物が実験されているんだよ。もしかしたら、未来の宇宙旅行では、自分で野菜を育てる日が来るかもね。宇宙で育った野菜ってどんな味なんだろう。地球にないスペースサラダが食べられるかもね。11、宇宙服の中ってどうなってるの？宇宙服ってただの服じゃなくて、命を守るための超高性能な装置なんだよ。中には気圧を一定に保つための層や、極寒と高温から体を守る断熱材が入っているの。そして、一番面白いのが、液冷式冷却服。体温を調整するために、水を循環させて、
汗をかいても快適に過ごせるようにしているんだって。それに加えて、酸素を供給するシステムや二酸化炭素を取り除く装置も搭載されているの。宇宙空間では1秒でもミスが許されないから、これらの仕組みが全て命綱なんだよね。修復ってまさに歩く宇宙ステーションだよ。宇宙服を着るだけでこんなに工夫があるなんて、私も宇宙服デビューしたいな。これで11個のお話が終わったよ。面白いお話がいっぱいだよね。ここからは星座のお話も入れていくよ。引き続きリラックスして聞いてね。12、オリオン座の三つ星。その正体とは？夜空で一番目立つ星座の一つ、オリオン座。その中央にある三つ星の名前はね、アルニタク、アルニラモ、ミンタカっていう星たちなんだよ。この星たちはあたかも一直線に並んでいるように見えるよね。でも実はこの3つの星の距離は全然違うんだよ。例えばアルニタクは地球から約800光年離れているけど、アルニラモは約1340光年、ミンタカは約900光年とそれぞれバラバラ。つまり地球からの視点の錯覚で一直線に見えているだけなんだ。この三つ星が同じ星座に見えるのは偶然の奇跡と言えるかもしれないね。オリオン座の三つ星が実はバラバラだなんて。宇宙も遠距離関係が得意なんだね。13、いて座の中心には何があるの？いて座の中心には私たちの銀河系の真ん中にあるサソリ座エスターという特別な天体が隠れているんだよ。これ巨大ブラックホールなんだ。その質量は太陽の約400万倍にもなるんだって。銀河系の星たちはこのブラックホールを中心にぐるぐると回っているんだ。しかも直接は見えないけど、周囲のガスや星がブラックホールに引き寄せられる様子を観測することで、その存在が確認されているんだよね。このブラックホールのおかげで私たちの銀河系は今の形を保っているんだ。いて座を見るとき、そんな壮大な中心を想像するのも面白いよね。いて座の中心がブラックホールだなんて、銀河系の心臓って感じがしてロマンチックだね。14、北極星はいつも北にあるわけじゃない。北極星といえば夜空で北の方向を教えてくれる星。でもいつも同じ位置にあるわけじゃないんだ。地球の自転軸が少しずつ変動する再差運動という現象のせいで、約26000年の周期で北極星が変わっていくんだよ。例えば今の北極星はポラリスだけど、古代エジプト時代にはチュバンという星が北極星だったんだって。そして未来にはまた別の星が北極星になるんだ。この星の移り変わりを考えると、北極星って宇宙の道しるべとしてバトンを渡し合ってるみたいで面白いよね。15、星座占いの星座、実は13個ある。星座占いでは12星座が基本だけど、実際には蛇使い座という13番目の星座が隠れているんだ。これは太陽が1年を通して通る道、行動に蛇使い座も含まれているからなんだよ。でも占星術ではこの星座を省いて12星座のまま使っているんだって。ちなみに蛇使い座に太陽が通るのは毎年11月29日から12月17日くらいの間。もし星座占いに13星座が採用されていたら、私たちの星座も変わっていたかもしれないよね。宇宙が教えてくれるのは常識と思っていることにもまだまだ謎があるってことだね。蛇使い座が登場したら占い結果がちょっと混乱しそうだよね。私のラッキースターも変わっちゃうかも。16、星座は昔の人がナビとして使っていた？実は星座は昔の航海者や旅人にとって夜空の地図みたいなものだったんだよ。星座は神話や物語と結びついてるけど、昔の人にとってはとても実用的な役割を果たしていたんだよ。例えば北半球では北極星を中心にした星座が方角を教えてくれたり、
南半球では南十字星が目印になったりしたんだって。航海者は星座を見ながら進むべき方向を確認していたし、それだけでなく季節の変化を知る手がかりにもなったんだよ。例えばオリオン座が夜空に見え始めると冬が近いことがわかるんだって。星座ってロマンチックなだけじゃなく、今でいう GPS みたいな役割もしてたんだね。昔の人が星座を見ながら旅をしてたって、宇宙と人間の絆を感じるよね。17、宇宙空間の色って何色？宇宙空間って黒一色に見えるけど、実際には無数の星の光が混ざり合って微妙な色合いを作り出しているんだ。科学者たちが銀河の光を集めて解析したところ、宇宙全体の平均的な色はコズミックラテという緑がかったベージュ色だと判明したんだって。ちなみにこの名前は宇宙の色にちなんで名付けられたんだよ。でも私たちにとって宇宙が黒く見えているのは、星と星の間に光を遮るものはほとんどないからなんだ。宇宙の広がりを考えると、この一見単調な色にも壮大な物語が隠されているんだね。コズミックラテって名前がなんだかおしゃれすぎるよね。宇宙でカフェを開いたら人気メニューになりそう。18、星座とギリシャ神話。夜空に浮かぶ星座の名前、ほとんどがギリシャ神話に由来しているよね。でも、なぜギリシャ神話が採用されたのか気にならない？これは古代ギリシャが天文学の中心地だったことが関係しているんだ。当時の天文学者たちは星の位置や動きを観測し、星座を神話に関連づけて物語をつけたんだよ。その後、このギリシャの星座文化がローマ帝国を通じて広まり、今の私たちが使っている星座の名前として定着したんだ。星座を見るたびに、古代の人たちがどんな思いで星空を眺めていたのか想像するとワクワクするよね。ギリシャ神話と星座って宇宙と物語の最強コラボだよね。19、宇宙で最も大きなものは何？宇宙で一番大きなもの。それはヘラクレス・コロナ・ボレアリス大ウォールという超巨大な銀河構造。これ、長さが100億光年以上もあるんだって。簡単に言うと、銀河が集まってできた壁みたいなものなんだけど、その規模がとんでもないんだよ。この壁の存在は、宇宙がどれだけ広大で複雑な構造を持っているのかを教えてくれる。しかも、このドイウォールが形成された理由や仕組みは、まだ解明されていない部分が多いんだ。宇宙って、どこまでも壮大なミステリーに満ちているよね。ヘラクレス、コロナ・ボレアリス大ウォールって、名前だけでも大きそうだよね。私も名前負けしない雑学を語らなきゃね。20、獅子座流星群はどうして毎年見られるの？実は、獅子座流星群は地球が水星の軌道を通過することで毎年観測できるんだ。獅子座流星群は毎年11月中旬頃に観測できる有名な天文現象だよね。この流星群が見られる理由は、地球がテンペルタットル彗星という彗星が残した軌道を通過するからなんだ。この軌道上には彗星が撒き散らした塵や砂粒が残っていて、それが地球の大気に突入して燃えながら光を放つことで流星群として見えるんだよ。獅子座流星群は約33年ごとに大出現と呼ばれる特に多くの流星が見られる年があるんだって。次の大出現がいつになるか今から楽しみだよね。獅子座流星群って宇宙からの贈り物みたいだよね。毎年欠かさず届けてくれるなんて、宇宙って意外と律儀じゃない？ 21、宇宙旅行にかかるお金。宇宙旅行ってロマンがあるけど、やっぱり気になるのはその費用だよね。例えば、バージン・ギャラクティック社が提供する宇宙旅行では、なんと一人当たり約5000万円。しかも、これだけの金額を払っても、体験できるのは、宇宙空間に到達して数分間の無重力体験だけなんだよ。一方で、国際宇宙ステーション ISS に行くとなると、ロシアのソユーズ宇宙船を利用して約60億円以上。最近では、スペース X やブルーオリジンが
低コストでの宇宙旅行を目指しているけど、まだまだお手軽とは言えない価格帯だよね。それでも、将来的には宇宙旅行がもっと身近になるかもしれないよ。修旅行が数千万円からって、私の貯金じゃ無理だね。雑学で稼がなきゃ。22、地球のオーロラ、宇宙から見るとどう見える？地球上で見るオーロラは、空に広がるカーテンのような光景だよね。でも、宇宙から見ると、そのスケールはさらに圧倒的なんだよ。宇宙飛行士たちが撮影した映像によると、オーロラは地球の上空で丸く光り輝いていて、地球全体を包むように見えるんだって。この光は、太陽から放出された過電粒子が地球の磁場とぶつかることで生まれているんだ。特に、北極や南極周辺では磁場が強く、宇宙から見ると光のリングが浮かび上がるんだって。まるで地球が宇宙に自分のオーラを見せびらかしているみたいだよね。宇宙から見るオーロラって地球が夜空のファッションショーをしてるみたいだね。23、なぜ月にはウサギが見えるの？昔から月にはウサギがいるなんて言われるけど、これはクレーターや山脈の影が偶然ウサギの形に見えるためなんだ。特に日本や中国など、アジアではこの月のウサギが親しまれてきたんだよ。月の影は見る人の文化や習慣によって違うものに見えることがあって、例えばヨーロッパでは男性の横顔や木に登る男性として見られることもあるんだって。この違いって私たちが星空や月に込める想像力の豊かさを表している気がするよね。月にウサギがいるなら宇宙のどこかに亀もいるのかな。一緒に餅つきしてそう。24、火星にブルーベリーがあるって本当？実は火星にはブルーベリーと呼ばれる丸い岩がたくさんあるんだ。これは果物じゃなくて鉄分を含んだ丸い岩なんだよ。この岩は過去に火星に水が存在していた証拠の一つとされているんだ。これらの丸い岩はかつて火星の地表に流れていた水が岩を削り、少しずつ丸く形成されたものだと考えられているの。NASA の探査機がこれを発見したとき、その形がブルーベリーそっくりだったから、この名前が付けられたんだって。火星もこんなユニークな風景を持ってるなんて、宇宙の旅がさらに楽しみになるよね。火星のブルーベリー、地球にお土産で持って帰れたら人気スイーツになりそうだね。25、宇宙ゴミってどれくらいの量もあるの？実は宇宙にはゴミが漂っていて、地球の周りをぐるぐる回っているんだ。すごくそのまんまだけど、宇宙ゴミって言われているんだよ。これ、使われなくなった人工衛星やロケットの破片、工具などが宇宙空間を漂っているものなんだよ。その数は現在約3万個以上。さらに、小さな破片まで含めると数百万個にもなるんだ。これらのゴミは秒速約 7km という超高速で地球の周りを回っていて、宇宙ステーションや衛星と衝突するリスクも高まっているんだって。最近では宇宙ゴミを回収する技術が開発され始めているけど、解決にはまだまだ時間がかかりそう。宇宙ほどの広さでも片付けが必要だなんて、なんだか意外だよね。どうやってゴミをキャッチするんだろう。大きな網とかで回収するのかな。なんだかギャラクシー金魚すくいって感じだね。26、星の光が瞬く理由。夜空の星がキラキラ瞬いて見えるのってロマンチックだよね。でも実際には星の光自体が揺れているわけじゃなくて、地球の大気が関係しているんだ。星の光が地球の大気を通るとき、大気中の温度や密度の変化によって光が屈折して揺らぐんだよ。これが私たちには瞬いているように見えるんだって。ちなみに宇宙空間から見ると星は瞬かずに安定した光を放っているんだ。星の瞬きって地球に住んでいるからこそ楽しめる特別な現象なんだね。星が瞬いて見えるのは地球のおかげなんだね。地球って実は演出上手なのかも。27、太陽の寿命はどれくらい？太陽の寿命は約100億年ってさっきちらっとお話ししたよね。
そうそう。大きな星ほど短命ってお話。太陽は地球にとって欠かせない存在だけど、永遠に燃え続けるわけじゃないんだ。現在の太陽の年齢は約46億歳で、寿命の半分を迎えている状態だよ。残りの寿命は約50億年と言われていて、寿命を迎えると赤色巨星という巨大な星に膨張するんだって。その過程で地球の表面温度は急上昇し、生命が存在できなくなる可能性が高いんだ。その後、太陽は収縮して白色矮星になり、静かに輝き続けるんだって。宇宙のスケールを考えると、50億年って短いような長いような不思議な感覚になるよね。太陽が赤色巨星になったら、地球も常夏のリゾート状態になるかも。ちょっと怖いけどね。28. 南十字星は北半球から見えないの？南十字星は南半球の夜空で特に目立つ星座で、オーストラリアやニュージーランドでは国旗のデザインにも使われているよね。でも、この星座は北半球の高緯度地域からは見ることができないんだ。地球の自転軸が関係していて、北半球からだと地平線の下に隠れてしまうんだよ。ただし、北半球の赤道付近に行けば、南十字星をちらっと見ることができることもあるんだって。この星座が特に南半球で愛されている理由の一つは、北半球では見られない特別感があるからなのかもね。南十字星って南半球限定の秘密スポットみたいだね。私も一度行ってみたいな。29. 地球の周りには何個の衛星がある？地球の周りを回る衛星といえば月を思い浮かべるけど、実は人工衛星もたくさんあるんだ。現在、約9000個以上の人工衛星が地球を周回していて、そのうち稼働中のものは約3000個程度なんだって。人工衛星は通信、天気予報、GPS など、私たちの日常を支える重要な役割を果たしているんだよ。でも、その一方で使われなくなった衛星や破片が宇宙ゴミとなり、地球周辺を漂っているんだ。これらの衛星は高さによって異なる軌道を回っていて、それぞれの高さで地球を観測しているんだよね。宇宙って私たちの思っている以上に賑やかな場所かも。人工衛星がこんなに多いなんて、地球の宇宙の人気スポットみたいに見えるね。30. 水星の尾はどうしてできるの？水星といえば、長く伸びた尾が印象的だよね。でも、この尾は水星そのものの一部じゃなくて、太陽の影響で作られるんだ。水星が太陽に近づくと、その熱で氷やガスが蒸発し、水星の周りにコマと呼ばれる雲ができるんだって。さらに、太陽風という粒子の流れが、このガスを吹き飛ばして、尾の形ができるんだよ。面白いのは、尾は常に太陽の反対方向に伸びていること。だから、水星が太陽から離れるときには、尾が前を向いているように見えることもあるんだ。水星の尾って、宇宙の風が作るアートみたいで素敵だよね。水星の尾って太陽からの風が作ってるなんて、宇宙の自然現象もアーティスト級だね。これで30個のお話が終わったよ。どうだったかな？あなたが夜空を見上げる時間が少し特別なものになったら嬉しいな。ぜひまた聞きに来てね。バイバイ。